去年の9月の29日の朝9時頃ですね、天然舞茸っていうとても美味しい希少なキノコを取りに撮影しながら、なんかガサガサってこう左の奥の方で鳴ったんで、おいでパッと見たらば食えこりゃ2匹親子で、そこから状況に入ってきました。こりゃこりゃこりゃはあ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 どういう攻撃をされているかわからないぐらい速いんですね。このクマは私に怪我をさせるまで戦うんだなって思いました。牙が4つ。はっきり言って飢餓です。ああ血が出た。一般的にツキノワグマが人の命を取るまで襲うっていうことは少ないです。ただ中には性格が悪くなっちゃったクマもいて、人を食害するクマも。 Japan has a big problem. More precisely, Japan has a big bear problem. This year, Japan has seen an unprecedented number of bear attacks. In 2023, Japanese black and brown bears attacked 212 people, the highest number on record. 6 victims died, among them a missing college student mauled to death on a hiking trail, and a fisherman whose severed head was found floating in a Hokkaido lake. For years, bear attacks had been rising in Japan. 段違いに多い。 And while citizens have long known of the dangers lurking in their forests, in 2023, a record number of bear attacks and bear sightings happened in cities and towns. その中心部に長く住んでいる方々は、まさかここで熊に襲われる人がいるとは思わなかったという人がすごく多かった。やっぱり去年に関してはどこにいてもいつ襲われてもおかしくないというような状況だったということは確かだと思います。Komatsura and Ishizuka are print journalists based in Kita Akita, a regional city in northern Japan. On October 18 last year, they found themselves at the centre of an incredible story which made headlines across the country. 朝7時くらいに街中でパトカーとか、あと市の車だ、それで街中でクマが出ましたというのをスピーカーで放送しながら、その車で走ってるのを音を聞いたんでした。確かここの通りだったと思うんですよ。なんかこの辺り通ったんじゃないかみたいな話を聞いて。A nearly 2-metre-long black bear appeared in this residential area near the town centre and began attacking citizens at random. その辺で2人襲われて、多分あっちの方に向かった。この近辺だった記憶が。おばあさんがまず2人散歩中だったそうですけれども襲われたと。おばあさんたちは、非常に大きい怪我で、そのすぐ後に今度は、少し北にまた移動して女子高生、ハイスクールの生徒さんが襲われて、でその後お医者さんのいる建物の前でおばあさんが一人背中から背後から襲われて、
In the space of 30 minutes, the bear put 4 people in hospital, leaving authorities desperate to locate it before anyone else was harmed. 街中にまだクマがいるっていうことを考えるとちょっと怖かった思いがあります。もうクマのプーさんみたいに可愛いっていう思う人もいるとは思いますけど、かなり凶暴な動物でライオンとかトラとかと同じような類の動物だと考えてます。Hours after the first attacks, the bear seemed to have disappeared. But one man was about to discover the rampage wasn't over. 私の名前は湊谷啓二です。出身はここで生まれて、今66歳、今年67歳になるので、はい、私の仕事はバター餅を作ったり、あとは焼き菓子を作ったり。まず私朝ここで朝の6時からバター餅を作ってた仕事してたんです。そしたら朝7時に私のうちの裏庭の方からすごい悲鳴を上げた若い女性が走ってきたんですよ。表に向かって「クマです」って言ったから「ってクマ？」裏に車庫あるんですよ。それでこのクマここに入ってきたから嫌だなと思ってシャッター閉めて、仕事終わって裏に車取りに開けたらもうこの距離ですからね、この距離。ここにクマがこういたんです。クマも私の目を見てたし、私もクマの目を見て。でかかったし、すぐやられると思って走ったんですよ。ここまでもうすごいスピードで走ったんだけど、ここの辺で倒されてこういうふうになる。クマがこっちから襲ってきたんで、こうやって顔をこっちに向けてこうやって伏せてたんだけど、もうここに顔が来てすごいうなり声で。でも興奮してて、俺もうこのまま死ぬんだなと。すごかったんですよ、クマの攻撃が。速いし強いし恐ろしい。それがパッと一回止まったのよ。止まった瞬間にもうクマもどこにいるかも見ないで、もう一目散にあっちから走ってきたんですよ。クマに追われて逃げてそこに入ってきたでしょ、さっきのドア。自分も血出てるのは分かったんで、どういうふうになってるかってここでこう見たらここがこんぐらい開いて、ここが全部皮がめくれて、こんぐらい自分の頭蓋骨見たんですよ。すごい血ですぐそこに電話をしながら止血しながら、救急車が来るのを待ってた。入院してたのは8日間入院してました。今見てもやはりいろんなとこをクマに襲われて、これがほら耳たぶ噛みちぎられた感じなんで、ここがもう痛かったんだ。この上もやはり相当、激しく襲われたの。結構噛まれたとこ痛いんだよね。それを今写真を見ながら襲われた時の状況と、それから運ばれていく時の状況、痛みとか、そういう今ちょっと写真を見ながら思い出しました。その因果はあったかもしれない親父の取った熊の敷き皮がその熊が入ってた車庫にある。実はほら見て、この爪、この爪でこうやられたんで、それ見たんじゃないかって笑ってたけどね。そう、リベンジで多分。10月19日の翌日の新聞がこれですね。After attacking Minatoya-san, the bear vanished.
In total, a record 6 victims were mauled in Kita Akita on a single day. その被害があった次の日なんですけど、小学校はもう完全に子供だけで登校するのはできなくなって、パトカーがいつもよりパトロールしている回数が多くしているという感じはしました。一言で言うとすごい大変で怖かったですね。For the rest of Japan, the events in Kita Akita were the latest shocking chapter in an already deadly year. In 2023, over 19,000 bear sightings and 193 bear attacks were recorded in Japan, leaving 212 injured and 6 dead. Akita Prefecture saw 70 attacks, that's the most in the country. Neighbouring Iwate had 35 violent encounters, including 2 deaths. For centuries, humans and bears in Japan used to coexist. A cute, cuddly staple in popular culture, historically, bears were a symbol of strength and vitality. But with bears becoming more of a threat to humans, what's changed and why? 日本でクマによる人身事故が増えたのは実は2004年からなんですね。ですので、もうこの20年間ぐらいその傾向が続いています。Professor Yamazaki is one of Japan's leading experts on bears. His team has been trying to determine the cause of the rising bear attacks and why there were so many last year. クマの場合には、その1年の生活の視点というのは9月になります、普通は。それは冬眠を控えて、ハイパーフェージア、体脂肪を増やすというとても大事な時期ですね。ヒグマについてはどんぐりですね。ケンカ類も食べるんですけれども、それからサケやマスですね。で、一方、ツキノワグマはブナ、ミズナラ、コナラといったケンカ類ですね。落葉性の2023年の秋はフルーツですね。そういうのも全て不作だったということなので、それが直接的なクマの死没の要因の一つにはなっていたと思います。Unusually high autumn temperatures decimated the bears' food supply, leaving many to starve. Mothers and cubs were most affected. Data shows that in northern Japan, 8 out of 10 brown bear cubs died of starvation. 私のところに接近してきたのが親子連れのクマだったので、去年の秋に山に餌がなかった、もう完璧になかったんですね。人里に降りてきますね。里に出てきてるクマはもう平常心じゃないんで危険です。A hungry bear will travel unnaturally far to find food, and a surprising phenomenon is making it easier for bears to come to town. もうどんどん人が減ってるというのは特に地方で問題なんですね。秋田のような場所では過疎化と高齢化が特に森の周辺ですね。日本では里山っていうんですけれども、そこで起こっています。畑と同じように人が定期的に、そして強度に使ってきた場所が里山と言っていい。要するに畑も山も人が使わなくなってしまったんですよね。と何が起こるかというと、そういうものを目指してクマがどんどん山から降りてきて、ここで安心して暮らしていけるよと学んだ時にそこに定着しちゃうんですね。人と接触する機会が増える。そこで事故が起こるという、そういうメカニズムだと思います。Rural depopulation and the reforestation of Satoyama is so profound in Japan that it's one of the only places on Earth where a large mammal is regaining habitat from humans. In Kita Akita, the phenomenon is on full display. The lack of Satoyama creating pathways from the nearby mountains right to people's homes. 正直ただもうクマとの共存ができればいいんですけど、もうクマをなんとかしなければちょっと私たちの命も危なく
生活も脅かされてるっていう段階に来ているので、これからどう向き合うかっていうのはより真剣に考えていかなければならなくなってきたのかなと思っています。The Japanese government has already started. A nationwide bear safety program is now underway, including land management and Satoyama restoration initiatives. The national broadcaster has produced this series of videos to help citizens survive bear attacks. And entrepreneurs are pushing technological solutions like these robot wolves to keep bears away. But in the name of safety, Japan's Ministry of Environment has committed to a controversial course of action. 昨年のその熊の出没を受けて専門家の委員会が作られまして、で私その座長をしていたんですけれども、その意見書にはこれから、熊の個体数をもっと強く管理しなくちゃいけないということが盛り込まれてるんですね。The Japanese government has embarked on a mass culling campaign, paying local hunters a bounty to kill bears and subsidising ammunition and carcass removal. Kita Akita で言いますと、熊の捕獲の頭数はその前の年、2022年が37頭。それが去年は350頭近くなっていたと思いますので、ほぼ10倍。While many hunters responded to the call, their zeal may have backfired. 秋田県では、ツキノワグマの全体の推定頭数が4400頭ぐらいだったんですよ。昨年1年間だけで2200頭ぐらい、カリングされたんですね。半分ぐらいのクマになってしまったということですね。これはちょっとやっぱり取りすぎだと思います。ですのでこれから数年間かけてそれくらいクマを取った時にどういう影響がその地域の集団に出るのかということを評価しないといけないです。But the culling could get worse. On April 16 this year, black bears were placed on the country's list of animals designated for control. Joining introduced species like deer and wild boar, hunters can now kill bears with less restrictions and for more money. タンナは最近岩手に住んでるんだけど免許取ったの。だからリベンジしてくれってお願いしたの。いやもうやっつけたい、取って食いたい本当に。In towns besieged by bears, the culling program has been welcomed. But nationally, the program is overwhelmingly unpopular, even amongst some survivors. 熊だって食べ物がなかったら生きたいから、人も窮地に陥ったら悪いことするじゃないですか。もう生きるか死ぬかってなったらもう悪いことするじゃないですか。ただ単に熊を減らせばいいということではなくて、熊も知恵を使うけども人も知恵を使わないと怪我をしてしまう。だから熊だけが悪いわけじゃないということです。And in one town, that's exactly what they're doing. Bears live throughout Japan, but in Karizawa, it's kind of like slap bang in the middle of their distribution. And then on top of that, Karizawa is a really popular resort town. Every year, there's about 8 million people come to visit. So you've got, quite a lot of active bears and then a lot of people. So you need something in place to manage that. Amelia Hyons is part of an innovative organisation called Pikio. Founded as a nature tour operator in the 90s, a spate of attacks, including one at this spot in 2008, saw Pikio evolve into something very different to help the town. All those years ago, this incident wasn't necessarily isolated.
So it was a bit of a wake-up call that, you know, we obviously had to kind of double down on our efforts to make sure that kind of thing never happened again. Since then, there has never been another incident here. Karuizawa has remained attack-free for more than a decade, and they've done it without culling. Their secret? These two friends. Hey, good. After keeping the town of Karuizawa safe for more than a decade, conservation group Pikio may have found a way to coexist with bears without mass culling. The bear management program at Pikio involves a variety of mitigation techniques, but a really important part is the bear dog team. はい、どうも。いや、ゲン。おし。ピッキオの、田中と申します。で、隣にいるのは、私の、バディといいますか相棒ですけども、タマと言います。もうすぐ10歳になる、ベアドッグ。ここで人とクマのために一生懸命働いている働く犬です。After working with brown bears in Hokkaido, Tanaka-san came to town 20 years ago to help prevent bear attacks. After a trip to the Wind River Bear Institute in Montana, Tanaka-san returned with Japan's first bear dogs. Good girl. A Finnish breed called Karelians, bred to protect the town. ピッキオには今4頭のベアドッグがいます。でそこでヒグマの猟犬として、ずっと保たれてきたそういう犬種になります。すごくこうパトロールをしたりとか、そういったことがすごくできる犬種です。Good girl. でそういったクマが人がいるところに入ってきた時にやっぱこう地域の人たちは少し心配ですのでベアドッグと一緒に、近く人が歩くようなところに潜んでないかどうかとかのパトロールを、してくれたり。Despite the cold, in recent years, some Japanese bears have reportedly failed to hibernate, so the team must be alert. But come summer, things really heat up. During bear season, the dogs and a team of 6 handlers work across the town, using a technique called aversive conditioning to keep bears away. 人とクマとが住み分けていくために少しクマに人の怖さを教えなきゃいけません。まず軽井沢ではクマをできる限りですけども、捕獲します。捕まえます。で捕まえたら麻酔をかけて発信機をクマに取り付けます。その捕まえたクマを森に返す。で見つけ出したクマが人が暮らしているエリアに入ってきている場合はベアドッグと一緒にまた接近していってその場所で追い払いを、します。ベアドッグと吠えて人間も人の怖さですから叫んでクマに教えていきます。僕がいないと今の軽井沢の共存、人とクマとの共存ってなかったかもしれないと思ってます。Come on, let's go. Under Pikio's management program, only those bears who return after encountering the team become candidates for culling. And no dogs or handlers have been injured while on patrol. Okay, load up. Good, load up. But in Karuizawa, it's not just the bear dogs protecting the town. The council has also invested in electric fences, bear-proof bins, even trail cameras to help monitor bear numbers. So we've set these cameras outside the winter den of female bears, so we can literally see whether they are successful in giving birth or not.
Obviously we can tick that female, like yes, she had babies this year, 2 of them, etc. But it's also great to just have that footage, and it's another window into the bear's secret life. The way the media portrays the bears, it's when something bad happens. And really you just want to show people that they are just like anything else. They live their life in a bit of a cycle, they have babies, they eat, they sleep, and they're not evil, you know. In Karuizawa, like in times gone by, the town has found peace by seeing bears as friends and not foes. Let's see if we can hear anything. All our collared bears right now, they're hibernating, but we can still hear a few of them that are close to town. Hear that? So that's Susie, that's her name. She's right on that mountain. Every bear that we catch and collar, they also get a name. So I can also hear Yayoi. She's like a grandma bear. And we give them a name, not just because it makes it easier for us to talk about them and converse about them, but it gives a weight to their life. You can't just ignore them as another statistic. They are something that we have to really care about. In Japan, the other large carnivore that lived there, the wolves, they went extinct because they were just hunted. The otters here are extinct. And even on Kyushu, there's no bears, so they're extinct on that island. Overpopulated species being controlled through culling. I think it plays its part, but to quote Spider-Man, with great power comes great responsibility. If you're not thinking of the future, then yeah, it's not a sustainable way to do it, and I think there's always a better way. Right now, Japan's hungry bears are waking, and the nation is preparing for bear season 2024. Several attacks, including this one on a truck driver in Hokkaido, have already happened. And in Kita Akita, a bear was recently spotted roaming the streets outside Minatoya-san's home. やっぱりみんなそれは心配してると思いますね。で、こう血を舐めてると食いたい本能が蘇ってくるの。Despite mass culling, it seems Japan still has a big bear problem. But the future doesn't have to be bleak. There's no real solution to human-wildlife conflict. You can only manage it, whether that involves teaching the bears or teaching ourselves. We have reduced damages, the occurrence of other incidents within the town. So I feel like other places, if they were willing to try, could have the same results.